良くも悪くも。コナンの養育費の1000万円。子供の頃見た時は高すぎだろと思ったけど、先の見えない期間、見知らずの子供を預かる精神的負担や生活費など合わせると妥当と思える。親じゃない頃は一人のキャラクターとして評価してたけど、自分が親になって受け付けなくなったキャラ。ワンピのヤソップ。父親が帰ってくることを待ちながら幼少期を過ごしたウソップや死んだ母が哀れだったな。ドラえもんは冷静に考えるとよくこんなもん置いといてるなと感心する。ドラえもんは便利な道具を出してくれるし、服部くんは家の手伝いしてくれるけど、大ぐらいの Q ちゃんは正直。ドラえもん Q 太郎はペット感覚なのかも。自分が親の立場なら服部くんが一番抵抗ある。親になってから読んだ漫画だけど、舞妓さんちのまかないさんとか見てると、自分の子供を家からはるか遠い京都花街に舞妓修行に送り出す親の覚悟を感じる。子供の頃、拓也いい子だし実はわがままだな。少し大人になって、ヤングケアラー、ありえない。親になって、まだ赤ちゃんの実と小学生の拓也を置いて亡くなったお母さん、どんなに無念だっただろう。3人で力を合わせて頑張ってるよ。これはまず明るめる。当時から賛否両論だったが、自分が実際に子供を育てる側になって彼女は成人派になった。何歳で里親に出してるのかわからないけど、他人の子供をあれだけ面倒を見るのは並の所業じゃない。成人のふりをしながら孤児を集めてまともに教育して愛情を持って育てて海軍に斡旋するけど、子供の通う学校にいてほしくない教師ナンバーワン。子供たちの味方の気の良いおじさんと思ってたけど、親になってから見ると危なすぎるわ。ホグワーツは子供を受け持ってほしくない教師しかいない。この学校は校長も校長だから。少年探偵団の親はアガサ博士にいくらか払ってるのかな。毎週末のようにキャンプだ BBQ だイベントだって連れてってもらってるもんね。昔は割と奴らの親が出てくるシーンもあったんだけどな。最近じゃ親の出番もなく、新作映画のたびに函館だ長野だ横浜だって遠出してるイメージ。スポーツ漫画でよくある、怪我しても続ける将来なんて知ったことじゃねえ、俺は今この時なんだってやつ。親の立場からするともう全く応援できない。青春の3年間は大きいけど、その後の人生の方が長いんだよ。ただやるべき時にやりきらないと後悔を一生引きずるという話もあるからな。難しい問題だよな。本人はそれで良いとしても、監督など大人は家族から子供を預かってるのだから、選手の健康を管理して怪我させずに家に帰すのが仕事であり責任でもある。ガラスの仮面初期の母による毎朝で、幼少期、そんな塩対応線でも、今、母子でお世話になってる職場兼家なのに、仕事サボるわ、そばぶち任すわ、自分の子なら蕎麦屋の店主夫妻に顔向けができん。あとこういう芸能もの全般で主人公の芸能界入りを反対する家族に昔は応援してやれよと思ってた。今はそれ反対するわとしか。中学受験を書いた2月の勝者。自分も中学受験したけど親はこんな大変だったんだなって。子供が大変なのはもちろんだけど、これ親の大変さがすごい書かれてるよね。あたしんちの単品おかず夕飯。親になってから見るとこれは本当にありえない。成長期だからな子供たち。トーストが夕飯は心配になるわ。しかもこれたまにとかじゃなくて連続した日の話だからね。ポケモンのたけし。頼れるお兄さんではあるけど、それ以上に包容力と愛に飢えたヤングケアラーなんだ。お願いだからいっぱい遊んでくれ。青春してくれ。たけしが年上女性が好きな理由闇深すぎだろう。たけしも本当は10歳で旅に出たかったのかな。ラプンツェルのボーテルのもご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 喋るな、そういう喋り方嫌いなのよねみたいなセリフは自分の子じゃないからってひどいこと言うなって思って見てたけど、親になってみると親だからこそ出てくるセリフじゃないかって思えた。この大バカ者、この皿は小備前の名品だぞ。それを割ってしまいよって、この皿1枚ほどの価値のないお前だ。昔、いつもよりキレてるな。死ね、死んで償え。今、めちゃくちゃひどいことを言ってる。トラウマものだろ。和解なんて絶対無理だわ。ジャイアンのまま、バイオレンスな描写に関してはそもそもジャイアンの素行の悪さが原因だし、それ以外の部分を見返してみると他のレギュラーメンバーの母親の中では一番まともな部類に入る。まともかな。割と自由な時間は与えてるし、お手伝いとして全部普通だと思う。少なくともジャイアンの抑止力にはなってる。6部の丈太郎。長年疎遠だった娘への接し方がぎこちないところが生々しい。何やってんだよって思ってたけど、冷静に考えるとそりゃ厳しいかと、丈太郎の性格や来歴も考えると特に。のび太は確かにあれだけど、親のせいにせず自分の責任だと思うところは評価する。
たびたび過去ののび太を叱りに来るもんな。彼氏彼女の事情の雪の月の蚊の三姉妹の両親。リアタイジは若いご両親でいいなくらいに思ってたけど、親になってから見ると、父に10母18くらいで結婚して3人の子供いてゆくゆく大学まで出してって立派すぎる。雪乃の医大費用は本人が有馬家から借りてたけどな。小4に手を出す担任。親なら絶対に許さない。訴訟ものだろ。こんな高価な指輪があれば子供が隠してても絶対気づく。ジャンブルはいつも晴れのち宮の保健医ことくらい部。昔、内面も語られてヤバいだけのやつでもなさそうだし、お父さんやろうとしてるし、主人公もいつまでも引きずってなくてもいいやん。今、宿を改心しようとも昔の負債がでかすぎるし、同じ屋根の下で生活すんのつらいな。主人公の父親なのだが、できた経緯が14歳の母をボウマルだった上に、そのことで母親は家を追い出されている。最初の方のあさりちゃん、いくらなんでもお母さんが激しすぎるし、お姉ちゃんとの差別を感じていたけど、読み返すと子供向け漫画とはいえちょいあれな子だった。お母さんとお姉さんは被害者だなと。ママレードボーイの親子関係。ミキとユウが高校生だったんだから、もう少し待ってから円満離婚すればよかったのに。親になってから見るとますます理解できない親だった。クレシンのみさえ、あんな手のかかる0歳児と5歳児世話しながら家事視点だから立派だなと感じるようになった。3分ぽっきり冒頭の身支度シーンを見ると頭が上がらない。エヴァの言動はいろんな書かれ方をされてきたけど、親になって理解はできる面が見えてきたという感じだな。そうか。親になるとますます理解できないやつだったよ。親として全く機能してない。別の女性とも関係あり、クソ。殿堂入りのドラゴンボールの父。子供の頃は悟空やご飯の邪魔ばかりするうざキャラと思っていたけど、実際に親になってから自分の子供を危険な戦いに巻き込みたくないという気持ちを理解するようになった。そうか。使命を持った主人公に空気読めない発言するお邪魔キャラだろ、依然として。いや逆に考えろよ。最初から地球の危機じゃ仕方ねえ。ご飯ちゃんをうんと強くして戦わせてけれって言ったらちょっと救いがねえぞ。大人になってから読んだからデクの母ちゃんの気持ちは痛いほど分かったけど、子供が読むとこれもうざいままになるのかな。大人になるほど立場や責任に敏感になるし、子供を危険から遠ざけるのは当たり前と思うようになるんだよね。デクのママさんに関しては、ヴィランが一番悪いのは当然として、学校行事の最中に何度も襲撃されてればそりゃ信用を受けなくなる。子供の頃と見方が変わるのが漫画の面白いところ。同じ作品でも何度も読んで何度も違う感想を持ちたいです。他にもこのキャラってのがありましたらコメントで教えてください。伝説的誤色を集めた動画も見応えがあります。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。